ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。もし好きなキャラに生まれ変われるとしたら、はい、どんなキャラになりたい？それは難しい質問ですね。でもやっぱ私は渚カオルくんにちょっとなりたい。まさかのエヴァこれはね、画廊伝説のラスボスのギース・ハワードってキャラクターがいるんだけど、高いところから落ちても、疾風剣って言って、豪気の残空波動拳みたいなのでふわって着地できるんだよねマスターはパオパオカフェの、リチャード・マイヤーマスターマスターからマスターになるんだお、いらっしゃい。いらっしゃいませ。どうもストリートファイター5で活躍中のお二人じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日のお客様は残言二日井として知られるキチパ選手。大胆でダイナミックなプレーが魅力の強豪プレイヤーです。そしてカプコンカップ本戦出場経験もあるストーム久保選手。国内外の大会で活躍を続ける実力派プレイヤーです。今回はですね、お二人とも初めてのご来店ということで、まずはゲーム遍歴から伺っていきたいと思います。格ゲー初めて触ったの小学校高学年ぐらいで、近所の駄菓子屋に立ってゲームするやつわかりますか？あるね。マーブルベースストリートファイターみたいな、あれが自分最初でしたね。キチパ君は小学生の時に一つですね。とりあえずなんかホンダをなんか自分使ってて友達とかと一緒にみんなでワイワイみたいな。スマブラとかやりましたね。そうなんだ。それもやっぱ重量級キャラ使ってた。ドンキ使ってた記憶があります。じゃあイメージ通りだ、そこも本能的にそっちを選んじゃう。ドンキーコングホンダでっかいイコール強いっていう思考があって、2人とも今でこそさ、もうプロなわけなんだけど、当時から結構勝ってた？中学になってスト4なんですよ、やったのが。でスト4で初めてオンラインやった時は結構なんかすぐ3000ぐらいまで PP3000 ぐらいまでいってて、知り合いとのができた時もなんか大体勝つぐらいになってましたね。ですね、自分高校に入って、友達がいなくて友達がいなくて、ずっとゲーセン行ってお金入れてサラリーマンとか対戦して、でそこからやっぱランクが上がっていくんですよ。近場のゲーム世代行くんですよ、また別の。でもうちょっとレベル高いんですよ。でそこで勝ってまた次のレベル高いゲーセンに行くっていうのを繰り返して、最終的に一番強いゲームセンター行って、もうそこで新しいコミュニティに入るみたいなことが自分の場合ありましたね。格ゲープレイヤー RPG の勇者説だよね。どんどんレベルアップしていく感じの。わかる。そうでしょう、お二人のその関係性の部分も伺っていきたいんですけどね。まずはもともとそのアトラスベアっていうチームにね、2人とも所属していたっていうのがまず印象としてはあります。結構もう本当に雲の上の存在みたいな感じだったんで、結構話しかけにくいのあったっちゃあったっすね。それまで自分とキチパってたまに大会で会うぐらいの関係性だったので、距離感が分かんないみたいな感じなんですよね、最初の頃どうしても。それで実際に戦ったりしました？その時。いや、全然戦ってないですね。あ、そうなの？実はあんま対戦してないんですよね。そうなんだ。まだキャラクターがアビゲイルとザンギエルで、そんなにその対策することもなく、いつかちゃんもしょっちゅうアビに切れてるもんね。そう、それをめっちゃ聞きたくって、そのキチパさんから見てアビゲイル使いのストーム久保さん、どう思ってますか？さっきより深い質問になったね。いや聞こう。答えにくいな、なんていうのかな。いや結構簡単そうに残儀しょれるなと思って。それが悔しくて、アビを倒したくて自分もアビを使ったんですよ。そのおかげでようやくザンギさんを倒すに至ったので、ストリートファイターリーグクリアかなと。そうだよね。キチパ君がアビを使うのはストーム久保君の影響で、そのおかげで板山さんを倒したっていう投げキャラ同士の潰し合いが行われてるんだね。ああ、なるほど。世界19地域全32大会で開催されるカプコンプロツアー2021がいよいよスタート。4月17日から開催される日本大会を皮切りに、今シーズンの戦いがですね、ついに始まります。自信の方を聞いてみたいですね。今回その一発目の大会なんで、まずは自分としては味見の方が感覚が近いですね。味見です。まずはどんなキャラが強くて、どんな
ネタが出来上がってるのが、でもあくまで優勝を目指しつつも、まずは本当にもう、情報収集に力を注ごうかなと思ってますね。今回カプコンプロツアー2021ってその日本がすごく優遇されているというか、4回大会がね回数多いよねあるというところで、確かになので序盤は情報収集にするということなんですね。格闘ゲームってバランス調整がたまに入ることがあるんですよ。で新キャラクターもいろいろ予定されてて、そうなると今回の1回目の大会終わった後にバージョンアップ来た際に自分のキャラが弱くなる可能性もあるんですよ。そしたら今のうちに勝たなきゃダメじゃないですか。もちろんそうですね。なんで自分は味見とかせず全力でおいこうかなと思ってますね。これはいいぞ。バチだ。新しいシステムで V シフトって追加されて、以前よりも置き攻めがしにくくなったり、あと置き攻めを回避できるようになったんですけど、使いこなせればやっぱいけない組み合わせもいけるようになるはずなんで。そうなんだよね。そうなんです。そこを使いこなすのが割と今年の目標みたいになってますね。注目してるキャラクターとかいる？キャミーじゃないですかね。そうなんだ。目下最強と言われてますからね。普通にキャラの性能でいうと今だったらやはりキャミーだったり、あとはバイソンだったり、エドっていうバランス調査入って一番上になりそうっていうキャラクターがいっぱいいるんですよ。そこら辺がもしかすると大会だと結構日の目浴びるかもしれませんね。マスター、2人の話を聞いていてちょっとメラメラと燃え上がるものがあってですね、対戦したくなってきたんですけど、吉羽君、ストーム久保君、対戦お願いしてもよろしいでしょうか？お願いします。はい。三つどもえエキシビションマッチ。1試合目は歌広場潤 VS 吉羽選手。さっきね CPT をちょっとね味見って言ってたからね、したいって言ったからその前に俺のことも味見してくれよと。歌広場さん僕最近ちょっとあんまやってなかったんで、どんな感じに仕上がってるのか結構楽しみですね。そこ含めて味見させていただきます。始まりました。気になるのはやはりこの歌広場の選んでる V システムが、V スキル2流線脚と V トリガー2の新入拳になっているということですね。珍しい組み合わせですよね。ですね。先に先手を取って攻めたのは歌広場順でしたが、ここは V シフトでザンゲフのやはり置き攻めに対して V シフト非常に強力です。有効に機能する。奥からしゃがみ18流線脚軽く伸ばして歌広場のチャンスなんでまずは歌広場。まずい。まずい。あなたは剣でしょ。先手を取ったのは歌広場順。しかも一気に画面足に追い詰めてそこからもう倒しきりましたね。おっとここもガード中足から EX 竜巻。これは画面足。いいとこ見せてほしいな。林立子キック、リーチの長い座を振りまくる歌広場。対するキチパどうする。今のところちょっと攻めあぐねているようだが、歌広場さんめちゃくちゃ動いてますけど、中大ターゲット遠かったので追撃せずに置き攻めに持ち込んで、ここはしっかり取って後ろに投げる。いい判断。ライン位置を入れ替えた。さあ1点画面足に追い詰められた順はどうするでしょうか。内側ゲージが満タンです。中足差し込んでいく。クラッシュカウンター、これ大きい。実機からのボーリショイロシアンスブレックス。ただ補正はかかっています。残るでしょう。この後どうする。V シフト、素晴らしい対策です。ただ体力差はかなりついている。しかも今 V シフトを使ったことでよく見ている飛び道具抜けたダブルライアット。あの場面で V シフトでその置き攻めを回避することはできたんですけれども、ただもう体力がもうなかったので、あそこで V シフトを使うとちょっとね V トリガーの新入拳は使いづらかったでしょう。中大流線強勝竜置き攻め、ここは V シフトでむしろザンゲーフキチパ側が逃げていく。中大暴れて画面足大チャンスだ。ここでアーマーを使ったシベリアンエクスプレスからタッチキック。うまい。お互いに V シフトをうまく使っていますね。活用しますね。ただゲージ状況は歌広場3本溜まりそうなところです。しかもトリガーも溜まれば一気に倒しきれますねこれ。歌広場は何を狙っている。クリティカルアーツの確認まで大足。これで一気に倒しきる状況まで追い詰めたか。キチパはゲージもないしトリガーにももうちょっと遠い状況で中足波動、これは繋がらない。危ない。怖かったな。キチパはじっくりか。中盤勝者歌広場順。そうですね、ちょっと味見程度じゃちょっとこれは
計り知れないような感じでしたね。計り知れない味ってなんだよ。やった勝ったあー悔しい。続いて歌広場は勢いそのままにストーム久保選手と対戦。初の2連勝なるか。もし段を使うことがあったら、絶対に食らいたくない技があるなっていうのがあって、負けた後の雰囲気味わいたくないんで何をやってでも勝とうと思ってます。あらゆるものを使います。怖い。この段は結構足も速くて、飛び道具はちょっと波動拳とは飛ばない波動拳を持ってるんですね。ただこの V スキル、これを活用した、近距離の連携非常に強力ですから、これを使っていきたい。ここはガードを届かず。そして歌広場はやはり V システム22流線脚と新流拳、ここで確定した。そして断裂剣をつないで起き上がりを攻めていくのはストークをこのように技を2回出すことができる。しかしタイミングを見誤るとあのように挑発してしまって隙をさらしてしまうんですよね。非常に難しい。上から竜巻立ちガード断空脚 V シフト逃げるしゃがみ中パンチから EX 断空脚で一気に画面下に追い詰めていきました。立ち込みから勝利権流れる。さあどっちがラウンド取るのか。流線脚カウンターを何が起こっている。新流拳ガード EX 断裂拳からの断空脚フィニッシュ。いや流線脚を V シフトの隙に決めてカウンターまでは良かったんですが、その後のコンボがつながりませんでした。まずラウンドを先行したのはストーム久保の段、そしてダッシュからプレッシャーをかけて断空脚。ここは EX 昇竜烈波で返していきます。この断空脚飛び蹴りもね、当たり方によっては、有利になったりすることもありますし、反撃を受けないのでそこからの選択をストーム久保は迫っていますが、流線脚そして中キックから男ボイ中キックという連携。このガド剣をためることで、飛距離を伸ばすことができる。竜巻流線脚をためて遊戯を伸ばしていくという動き。中継空振りしている。画面の中央どうするか。うまくためガド剣を使っていくのはストーム久保。そして立ち強キック男声からキャンセルジャックダンク攻め込んでいく。一気に画面下どうする。上対空しゃがみ強パンチから流線脚投げは遠い。お互いにゲージは2本 V トリガーもあるぞ。 V リバーサル竜巻ダメージ重視のコンボ EX 竜巻残るぞ。遅らせしゃがみジャックパンチがカウンター。お互いラウンド取り合って飛びこれは大きい。打動拳をためた隙に一気に体力の3分の1これを奪い取ってきます。画面足に追い詰められたストークは断空脚を使って押し返していこうとしていますが、飛び入れ替わっているところに地上を返したのは歌広場潤。そして投げが決まる。スタンは危ない。体力もないぞ。久保どうする。攻め込んでいきます。断裂剣ひとまず体力を奪って中足から使わざるを得ねえ。そしてダッシュから画面足に追い詰めて断裂剣、この画面足を生かせるか。 V リバーサル返していく。さあこれで歌広場のゲージが3本溜まったぞ。満ターン。そして久保は体力がそろそろ危ないことになっている。どうする久保。上から飛び断空脚 V リバーサル投げは抜ける。EX 攻めるぞ。漏れてしまった。ちょっと反撃空気から強く連現人脚フィニッシュ。我が止まんねえや。三つどもえ戦先に西を開けたら歌広場潤。じゃあ格ゲー喫茶ハメ順史上初優勝じゃないですか。とりあえずこれで負けはないですよね。うわやったー。じゃあ僕の味をどうぞお願いします。なんでこの格ゲーやる時間あるんだろうなと思ってましたね。最初にねその人確かツアーやっててツイッターとかで見てたんですけど、それはですね、楽器を練習する時間が必要ないからです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。三つどもえ戦最後は吉羽選手 VS ストーム久保選手。勝って最低限の負傷で収めようかなと思ってます。なるほど。俺に負けることそんな負傷か。負傷か。もうこの試合は流してとっとと将来に向けて頑張りたいと思います。 V システムが変わっていますね。ダンの V スキルが、V スキル1
最強流ブライルテンの構えという、挑発を繰り出す技なんですけども、ダンク脚なんかを出してその隙をこう挑発でフォローできるっていうちょっと面白い得意スキルになってます。 CA 以外は残機だったら確定しないか。そうですね、ここから運んでいく。そう置き攻めも強力になります。今のように交流圏からブライルテンを決めて置き攻めするってこともできるんで。っていうかあれブライルテンって言うんだ。らしいですただの挑発だと思ってた。そうですね、挑発。ここまでは久保がいい感じに体力を奪ってじっくり戦ってます。リーチっていう点でははめて、飛び道具無敵になるダブルアウトから EX スクリューパイルドライバー、しかもサイクルのライトがあるが遅らせ投げで切り返していくのはストーン久保。ただ久保のゲージが溜まりそうだぞ。もう2回目の V トリガーも打てますし、使わざるを得ねえから断裂剣。ここはクリティカルアッチにつながず押し込めないと。吸い込まれた。めっちゃ座れてる。とはいえザンギエフ一応攻めが始まれば、おお玉抜けダブルネット対空最強両機だが、おお上でボルシチを使うことで着地のタイミングをずらして、スクリューパイルドライバーだから残ったぞ。ですから青ガドそういう読み合いなの。青ガド剣溜めてうまく使っていきたいところなんですが、ダブルラリアットは飛び道具に対する無敵がついていますからね。迎撃されてしまいました。ここは一つの断裂剣を使うことでアイアンマックスを防いでいく。しかしやはりガド剣これに対してザンギエフさまざまな対処があります。接近戦攻め込んでいく。ここで V シュート、これは確定。ここはすぐさま使っていきます。ゲージ1本ですからね。挑発をブライル戦をすることで、これ画面の右下見てください。ゲージがちょっとずつ溜まっているので、ただこれ実はね相手のゲージも溜まってるんですよ。挑発してるんで。よし EX ダンク結構押し返していく。そして投げる。 V ゲージ関連のね動きが活発になりますからね。お互いに V トリガーが溜まった状況になっています。立ち集計からすぐさま打って張り込みを許しません。どうだ、おっと空振り、これはガードが間に合った。体力は結構減っているんですが、キチパのザンギエフもゲージが満タンですから、これを使えばというシーン。しゃがみ台キックはすごい機能してますね。そうですね。要するに吸い込んでサイクルのライトを出し切る。これでかなりキチパは苦しくなったが、ジャンプゲージもお互いかなり溜まっています。ザンギエフはもともとやはりそのしゃがみ攻撃に対する反撃があんまりいいのがないんで、ストームクバスを頼りにうまく使っていってます。リターンで勝つ。確かにリーチも長いですからね。集計対空意外に隙がないっていう。足の裏で追い返してキチパの体力がもう残り半分です。上からクラッシュカウンターちょっと立っている。わかんねなんだ家かのわからない。最強のラリアット。ここはゲージを温存。いい V シフトの使い方。ただ画面足が近づいてきました。EX クル1つ目一気にここから始まるか。キチパのチャンス。ずっき V シフトダンク脚押し返す。投げは抜けるが久保のゲージは3本です。これをうまく使いたい。わっ断裂剣からどこまで行く？最強流動技残るか？勝負来剣。勝者ストーンクモンおめでとうございます。2位です2位です。負けたくねえって思ってるやつには負けないですよね。ちゃんと勝たなきゃいけないっていう気持ちで挑むべきでしたね。その気持ちの問題で負けたのかなと思ってますし、悔しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ閉店のお時間が近づいてきたんですけれども、ここで格ゲー界に激震が走るニュースが入ってきました。激震？マスターどういうこと？映像がありますのでそちらを見ていきましょう。2021年春、とあるスタジオに格ゲーマーたちの姿が。何かいつもと違う空気に包まれていました。ユニットを作ろうと思うんだけど入れていいっていう LINE が来たんですね。振り返ってみると3回断りましたね。楽しそうだなと思いましたね。第一にびっくりしました。アイドルやってみたいみたいな、これ騙されてんのかと思っちゃいました。彼らの口からはユニット、
アイドルという耳慣れない言葉が一体何が起こっているのか。ちょっといろいろとチャレンジしてみたいなっていうふうに思ってたことで、歌って踊ってっていうのもやってみたら面白いんじゃないかなと思って。謎の新ユニット、その正体を知る黒幕は格闘ゲーム団体トパンガ代表豊田風介。若手の人たちだからこそ、そのゲームに興味を持ってもらえる、この業界に興味を持ってもらえる活動っていうのは絶対あるはずだっていうのは思ってて、一緒に盛り上げるために協力してもらえないかっていう話はしました。なんかもう一直線にアイドルやってもらいたいなっていう気持ちがあって、歌って踊れるアイドル、歌って踊れるアイドル。前代未聞の格ゲーマーたちによる歌って踊れるアイドル。そのメンバーに選ばれたのはレバーレスコントローラーの使い手であり、その実力を高く評価される川野選手。実業家兼プロゲーマーという異色の肩書きを持つ丈太郎選手。エボジャパン2020優勝、次世代を担うプレイヤーの一人ナウマン選手。性格もプレイも常に冷静、ハミジュンカップ優勝の水葉選手。学生時代から国内外の大会で活躍、若くしてその才能を開花モケ選手。この5名が選出された。彼らにとって未知の領域となる歌とダンス。果たしてどんな未来が待っているのか。正直そんなに自信はないんで、頑張りたいなっていうのはありますけど。いや、汗がすごいです最初のアイソレと筋トレがマジきついみたいな、こっから始まるんだなっていう気持ちで今気合入ってます。やったことないですけど精一杯頑張ります。夏頃にはデビューしたいなとは思ってるんですけど、この短期間の間にどれだけ頑張れるか、視聴者の人たちにも、その成長していく様をお届けできたらいいと思うので、成長してもらいます。どうなんだ。これはビッグウェーブですね、マジで。格ゲー界の若手プレイヤーたちにユニットを組ませてアイドルデビューさせようって話。そう、これは続報ちょっと楽しみですね。デビューしたら全員ずらって来てもらおう。ここでファーストライブやってもらおう。もうあー、楽しみだ。ということで、本日も閉店のお時間となりました。そしてじゅんくん、はい、ついにですよ。ついに三つどもえ戦優勝ですよ。やったの。これはね、今までちょっとこの番組やってきてよかったなと思いますね。こうやってこういう番組なんか呼ばれることなかったので、こういうところでいろいろ語れたのは自分としては結構楽しかったなと思ってますね。また機会があればリベンジと、あとはゆくゆくは金子さんのポジションをもらおうかと思ってるんで。いや、すげえな欲望すげえな。野望があるので、また機会があればよろしくお願いします。ということでですね、今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は、キチパ選手とストーム久保選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回サムライスピリッツ特集、K2 選手、伝説のオタク選手がご来店。お楽しみに。